皆さんこんにちは、ランタムです。こちらはね、僕が昨年の8月に北海道を利用する際に作成した軽トラ用のテントで、これ重量も軽くて持ち運びも可能なんで、僕はスーツケースの中に手荷物として入れて運んで北海道を一周回ってきたんですよね。で、中はねこんな感じですごく広くて、北海道旅する分にはね全然苦労はなかったんですけども、これちょっといくつか難点がありまして、とにかくこのテントはね、涼しい時にはいいんですけども、天気がいい時にはね、中が蒸し風呂になるのと、雨が降ったりしたらね、隙間から雨が入ってから中がびちょびちょになったりするんですよね。で、僕はね、またレンタカーを借りて、他の場所を旅していきたいなというふうに思ってるんですけども、この状態のテントだったらちょっとなかなか厳しいものがあるんで、なんかいい方法はないかなというふうに思っていましたら、実は以前からね、福岡県のタンスの源さんっていう会社さんから連絡をいただいてまして、アンバサダープログラムっていうのがあるんで、何か製造したいものがあったら連絡くださいっていうふうに連絡いただいてたんで、そちらにね、連絡させていただきましたところ、面白いですね、やってみようというふうにお話が進みまして、試作品をね、作ってきていただくことができました。ですのでね、今からそちらの方、セットしてみようと思うんですけども、はい、それがね、こちらのテントですね。軽トラの荷台にすっぽり入るタイプの軽トラで車中泊が可能になるテントです。で、こちらはね、結構いい出来ではあるんですけども、現在ね、超試作段階のもので、これが製品にはなりません。だけどもね、ちょっとこだわってる点がいくつもあって、まずはね、そちら見てほしいんですけども、まずはね、テントの高さですね。テントの高さはね、軽トラのね、屋根と同じかそれよりも低くなるようにお願いして作りました。で、こうすることにより、まだつけたままの走行は想定はしたいんですけども、つけたままの状態でもある程度の移動ができるっていう格好にしてもらってるのと、あとこの辺ですね、テントポールっていうんでしょうか、この支柱の部分を通常はこういったドーム状になると思うんですけども、これをわざと台形みたいな格好になるように仕上げてもらってます。で、こうすることにより中にテントを張った際に居住空間が狭くならないんで、狭くならずに端々まで広いような状態で使えるんで、こんな感じにしてもらってます。で、後ろから見たらこんな感じですね。なかなかいいスタイルです。で、もう外から行くとここにね、窓があって、これはちょっと後で開けようと思うんですけども、両側にこんな感じで窓があって、煽りよりも高い位置にね、窓が開くようにしてるんで、朝目が覚めた時にチャッと開けて外見ることもできるような感じになってます。で、反対側にね、こんな感じで布がついてて、ここがね、サイドオーニングみたいに出すことができて、車中泊中にね、この下側でから、コーヒーとか楽しむこともできるスペースですね。でね、こちら後ろ側もね、こんな感じでオーニングが出せるんで、この下でくつろぐことも可能なような感じにはね、してあります。ちなみにね、横も後ろもこれはね、まだ試作段階のものなんで製品版ではないかもしれませんが、一応現段階ではこうなってます。ちょっとね、まとめます。で、皆さんね、気になってると思うんで、ちょっと中に入ってみようと思うんですけども、はい、まずはね、中はね、こんな感じでメッシュになってるんで、空気が通りやすくて虫が入らない構造になってます。これはね、車中泊する際、暑かった時にはね、この分で量が取れるという格好ですね。はい。で、中を開けるんですけども、よいしょ。ちょっとね、今風が吹いてるんで空気がちょっと入ってますけども、中はね、こんな感じで、一応ね、広い空間取れてます。で、乗り降りはね、ここからなんで、ちょっと入ってみようと思うんですけども、よいしょ。はい。はい。で、中はこんな感じで、ちょっとね、今試作段階ではあるんで、だらんとはしますけども、ちょっとね、この辺なんでこんな感じになってるのかっていうのはね、後で説明します。で、中の機構としてはね、天井部分はこれメッシュになってるんで、熱気はね、上に溜まらずに全部抜けていく格好で、結構ね、開口部は大きいです。で、左右もね、こんな感じで、チャックがついてるんですけども、ここはね、実はね、煽りの高さよりも上側にチャックが来るようになってます。ですんで、下から全部じゃなくてから、この辺ぐらいまでに仕上げてあるという格好ですね。ですんで、ここを開けてみると、こうですね。こんな感じで素晴らしいビューが見えるんで、めちゃくちゃね、広々と開放感のある状態で車内で過ごすことができるテントになってます。はい。で、車内のね、高さなんですけども、今正座してる状態なんですけど、こんな感じですね。頭ちょうどつくぐらいの高さではありますかね。だからね、ちょっとね、天井は、座高にもいると思うんですけども、身長170センチぐらいの人で、ちょうどぐらいかなという格好ではあります。ただし、あぐらなんかを描いたら、上はね、すごく広くなるんで、20センチぐらいね、取れるんで、窮屈さはね、ない状態ではあります。はい。でね、今こっち側の窓も開けてみたんですけども、風が通ってね、めちゃくちゃ涼しいです。バッチリです。で、皆さん、次気になるのはね、中の居住性等だと思うんですけども、実はね、これはもう最初から言ってるようにテスト段階のものなんで、ちょっといろいろと今不具合がありまして、
というのが、とりあえずね、こんな感じで、今ね、こっち、車の荷台のね、車台側で頭ギリギリの位置にあるんですけども、足元の方はね、こんな感じでから、もうかかといっぱいまでこれ来ちゃってるんですよね。ですんでね、室内長はここまででね、170センチぐらいしかないんですよね。軽トラの荷台って190いくつかとかあるんで、そこまで伸ばせばいいんですけども、これはね、ちょっと短い状態だったんで、ここまでしかなくって、今現状で僕が寝るのもね、きついような感じではあります。はい。でもね、寝そべった時の感覚はすごいね、開放的でから、なんだろう、現状でもね、一応斜めに寝ればね、全然問題なく寝れるんですけども、ちょっとね、このまま製品化するには短いんで、こちらはね、現在改良中ではあります。はい。で、実はあともう一つすごく大きい問題点がありまして、と言いますのもこのテントは、僕と単通の源さんが、協議をして打ち合わせを進めて、それをね、今現在海外でこういったテントを作られている企業さんにお願いして、このテントを試作してもらったんですよね。そしたらね、ちょっと打ち合わせがうまくいってなかったのか、この部分なんですけど、これね、支柱がね、すごく短くてから、この高さに乗っちゃうような格好の計算になってるんですよね。で、これはね、もう全部、四隅がそんな感じで、ここがね、テントの一番下なんですけども、ここにこれが来てないんですよね。だから、テントがピンと張れてない状態になってて、中でテントがくしゃくしゃっとなっちゃってるっていう状況なのと、あと、これもね、置くような場所がないんで、今ちょっと吊り下げてたんですけども、テントをね、荷台に設置するっていうようなことも今できない状況ではあるんですよね。で、さらに長さもこれぐらいですね。20センチ以上ですね。短いんで、中で足を伸ばすこともできないっていうような格好になってて、ようやくね、試作段階のものが上がってきたんですけども、この状況ではね、ちょっと製品化にはできないんで、今現在ね、修正を行っている状況という格好ではあります。はい。ですので、ちょっと今回は、こんなん作ってるよっていう分ですごく完成状態に近いものが見せたかったんですけども、そうじゃなくて、まあ一応作ってるよというような格好の動画ではあったんですけども、とりあえずこちらはね、必ず製品化されるテントでありまして、僕とタンスのゲンさんが一緒に作ってるっていうのをね、お話だけね、させていただきたかったんで、今回動画撮らせてもらいましたんで、皆様よろしかったらね、すごくいいテントになりますんで、皆様続報をね、お待ちいただければと思います。はい、こんな感じですかね。よし、じゃあね、今回このためだけにね、レンタカーお借りしてきたので、レンタカーね、延長料金払う前に返却しに行ってみたいと思います。はい。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。